理の年収は約3000万円なのだ。海星高校を卒業後、東京大学を目指し2年間の浪人を経験するのだ。東大とは縁がなかったと諦め、早稲田大学法学部に入学したのだ。岸田政権は13個の増税を予定しているのだ。アフリカを訪問し、5億ドルの資金協力を約束したのだ。ウクライナには76億ドルの支援を表明したのだ。岸田首相の親族らによる総理大臣公邸で大はしゃぎ公邸忘年会をし炎上したのだ。あだ名は X でトレンド入りした増税メガネなのだ。増税メガネの声をし、レーシックすればいいのかと逆ギレしたのだ。メガネが悪いんじゃなくて増税が悪いのだ。大悟は絶対に笑わないでくださいと念を押し、俺のばあちゃんの名前はひらがなでホニと答えたのだ。大悟は不倫がバレた時嫁に、週刊誌の記事は1文字も合ってないねん、全部嘘やと言い訳したのだ。それを聞いた嫁が袖をまくって、おお、大勝負に出たのとぶち切れたのだ。実際何文字合っていたと聞かれ、7000文字と答えたのだ。大悟の嫁は嫁が美人な吉本ランキングで2位になるほど美人なのだ。大悟は吉本から結婚資金を300万円借りて3日で使い切ったのだ。後日初めてみたいな顔をして、同じ理由で再度300万円借りに行ったのだ。2度目はさすがにこいつ頭おかしいみたいな顔をされたが、初めてみたいに再度300万円貸してくれたのだ。ノブは松本人志から吉本ナンバーワンのツッコミと評されているのだ。ちなみにツッコミの師匠は笑い飯なのだ。売れてない頃、笑い飯と飲みに行き、2人が一晩中ボケ続け、ノブに合うツッコミのスタイルが見つかったのだ。デリカシーがないノブはロケで出会った女性を見て、歯がカバの本数と突っ込んだことがあるのだ。ロケ中しつこく手を洗う大悟に、人でも殺めてきたんかと突っ込んだのだ。ノブのプライベートはめちゃくちゃダサいのだ。そんなノブは80万円のジージャンを買うためだけに熊本県まで行ったことがあるのだ。黒猫がしがみついてるぐらい血毛がボーボーだったのだ。たくさん習い事をさせている息子に将来何になりたいと聞くと、猫と答えたのだ。将来大悟を超えるボケになるのだ。霜降り明星の粗品が大炎上した理由は、今のキンプリなんて誰が見るねんと言ったことなのだ。炎上しすぎて謝罪動画を出したが、内容はキンプリのことではなく深詰めをしているネタ動画でさらに大炎上したのだ。そんな粗品だがお笑いの才能は次世代のダウンタウンと言われるほど天才的なのだ。高校1年生の時に R1 グランプリに初出場するのだ。結果は1回戦敗退に終わるが、この1回戦が芸人としての初舞台になるのだ。19歳の時オールザッツ漫才に出場し、番組史上最年少で優勝するのだ。その後せいやと霜降り明星を結成し M1 グランプリ2018で優勝するのだ。翌年 R1 グランプリも優勝し、史上初の M1 と R1 の2冠を達成したのだ。霜降り明星のせいやはもともとプロの芸人になるつもりはなく、いじめの経験から教師を目指していたのだ。高校でいじめを受けていたせいやは文化祭の劇を一人でやることになり、リアル桃太郎というコントで表彰されたのだ。表彰式の壇上でいじめを跳ね返したぞと叫び、歓声が湧き上がったのだ。国語の教員を目指していたが、選択を間違え社会科の教師にしかなれないカリキュラムを受けていたのだ。ちなみにせいやの得意教科は英語なのだ。特技は一度見た映像を脳内に記憶し完全再現することなのだ。せいやは初デートで水族館に行く予定だったが、カップルとして回りたい欲が出てきて告白をしたのだ。告白をした結果、入り口で振られたのだ。バナナマンシタラはタバコの不始末で家が火事になったことがあるのだ。燃えたのは一部屋で全焼ではなかったが、嫁さんにめちゃくちゃ怒られたのだ。その火事の6時間後に色モネアに出演したのだ。早速火事をネタにし、焦げた携帯をかざしてステージクリアになり見事100万円を獲得したのだ。
有吉からつけられたあだ名は放火魔なのだ。有吉に1万円借りたままだが、返すとつながりがなくなるという理由で返していないのだ。設楽は芸人になる前は駅員をしていたのだ。勤務ラッシュ時に白線の内側で伏せてお待ちくださいとふざけたアナウンスをしたことがあるのだ。設楽を最近やたらテレビで見るが、番組出演数は548本で2年連続ランキング1位なのだ。バナナマン日村のマッシュルームカットは映画に出演した際に監督に指示されたのがきっかけなのだ。物忘れが多くレンタルビデオの延滞料金が20万円ほどになったことが2回あるのだ。車の鍵が入っているポケットをいじりながら「おい車の鍵がねえよ」と怒るのだ。車で買い物に来たことを忘れてタクシーで帰宅し「おい車がねえよ」と怒るのだ。ヘルメットをかぶりながら「おいヘルメットがねえよ」と怒るのだ。おいしいアナゴの店があるとみんなを連れて行ったが、店は大戸屋でアナゴフェアは終わっていたのだ。ハワイで114万円のロレックスを購入したが、ドル計算ができず11万円だと思っていたのだ。ドライブ中ピューピューうるせえから窓を閉めろと言ったが、ピューピュー鳴っていたのは日村の鼻だったのだ。千原ジュニアは若手時代ジャックナイフと呼ばれていたのだ。言い出したのは東野幸治で、とんでもなく尖ったやつが入ってきた、まるでジャックナイフやなと名指しされたのがきっかけなのだ。その頃東京のお笑い界ではジャックナイフを持ち歩いている芸人がいて、滑ったら刺されるらしいというとんでもない噂話が蔓延したのだ。それを聞いた出川哲朗ガスで言ったのが「やばいよやばいよ」の名セリフが生まれたのだ。千原ジュニアは当時狂犬と言われていた極楽とんぼの加藤浩次に挨拶しなかったという逸話があるのだ。たまたま道で会った芸人相手に大喜利を挑み、いろんな芸人から避けられていたのだ。その中唯一やりましょかと言ったのが小籔和豊なのだ。千原誠二に警戒心の強いゴリラが子供を見せに来たことがあるのだ。現地のスタッフはこんなことは初めてだと驚かせたのだ。誠二は人や動物に関係なく本能的に何かが伝わる特殊能力を持っているのだ。無人島から船で帰るとき、野生の猿が誠二を見送りに来たのだ。海外ロケでは英語や現地の言葉は使わず普通に日本語で話しかけるのだ。マサイ族を訪れた時も村人に溶け込み、翌日にはマサイ族を引き連れ先頭を歩くようになっていたのだ。ベトナムではバイクタクシーの後ろに乗って観光していたが、翌日はベトナム人を後ろに乗せて街中を走り回っていたのだ。誠二は普通に勉強すれば東大に行けるほど実は IQ がめちゃくちゃ高いのだ。